朝散歩に出てきました。とは言ってもほぼ昼だな。朝ごはん食べて結構ゆっくりして出てきたんで、暑いです。33度だけど、暑くても散歩はしたいので頑張って歩ってます。でもこういう公園とか散歩する分には涼しいので、茂みの中に入ると結構快適です。このね、炎天下のアスファルトの上が一番暑いんでね、多分この道路の上に立ってるともう40度ぐらいあるんじゃないかって感じがしますね。多分その天気予報の気温よりも体感温度高いと思います。与平沼公園は本当にもう庭的な存在なので、ほぼ毎日散歩に来てます。もうさすがに暑すぎるのか。誰もいないですね。もう夏休みだから子供がいっぱいいてもおかしくないんですけど、いつもねここ結構人いるんですけれどもね、あっちに大きい駐車場もあって、ほんまに誰もいないじゃん。あそこの日陰のベンチに一人座ってるぐらいで本当に誰もいない。でもね、結構カラッとしてるんで、といっても日本の夏なんで湿度はあるんですけど、こういう日陰で下がコンクリートとかじゃなければ、そこそこ涼しいかなっていう感じはしますね。結構こういう森の中だとセミが鳴いてますね。もうなんか暑くてもセミ鳴かないらしくて、街中では全然セミ鳴いてないんですけれども、あそこの自販機結構使ってたんですけど、カーブミラーになっちゃいましたね。安くて結構良かったんだけど、でもここら辺危ないからね、道路が複雑で。それにこういうとこにね自販機置いてもあんま使う人いないんですかね。あんま使われてる感じもしなかったし、街の中だったらいいですけど。これめちゃくちゃ美味しいですね。カルディで買った生パスタ、乾麺じゃなくてこんな感じのもう生地の状態のやつなんですけど、茹で時間も3分で早いし、こんな感じです。もうもちもち度が他のパスタと比べ物にならないぐらいすごくて、なかなかいい味わいです。さて1時間ぐらい昼寝しておりました。コーヒータイムです。家族からもらったチーズタルトレモン、これね、福島にある柏屋っていうお菓子屋さんのちっちゃいチーズケーキみたいなやつなんですけど、これがすごい美味しいんですよね。なんか普通のチーズケーキよりなんかチーズが本物に近いような感じというかね、なんか加工してないような感じがあって、これすごいお気に入りです。あとコーヒーとの相性抜群だし、最近は湿度が低いんで、暑いは暑いですけど、その梅雨の時期と比べたら楽ですね。だいたいここの部屋も、室温は高いけど湿度は 50% 前後で、湿度低いとエアコンの冷えもいいんですよね。外が暑くても湿度が低いと、今設定温度25度ぐらいにしてますが、室温が26度。これね、梅雨の時期26度にするってなると22度くらいにしないといけなかったんですよね、設定温度。なので気温は上がってますが、エアコンは弱めで十分涼しいっていう感じ。ただ気温自体はすごい高くて、もう連日猛暑日で、今も32度外はねあるっていう感じ。さあ外に出てきました。もうね、本当に日中暑すぎて、もうとにかく日差しが強いんですよね。もう本当に 1,2 分外に出ただけで汗だくになるような感じだったので、日が傾いて涼しくなったら外に出てこようと思ったんですけれども、今湿度が結構低いので、この日陰はこうやって日陰に入ると涼しいんですよね。なので日が傾く時間を待っていたんですが、今日はこの自転車ね、いつも使ってるこのマウンテンバイクが少し前にタイヤがパンクしてしまって、っていうのもね、これ空気入れたらもうシューッと抜けちゃうような感じというよりは、空気入れても一晩経つともうぺしゃんこになってるみたいな感じのパンクの仕方なんですよね。なのでどっかから少しずつ漏れてるのかなって感じで、今もねこれね、自転車屋さんまで転がしていくためにある程度空気は入れたんですが、このまますぐ抜けちゃうと思うし、もう完全に圧力がねかけられなくなってるんですよね。いつもの3分の1ぐらいの圧力、いつも60にしてるんですよ、圧力を。
単位忘れちゃったんですけど、60ですね。60が20までしか入んないような感じ。それ以上圧力かかんないような感じなんで、結構ねこれ体重かけると全然空気圧的に支えられてない感じがするんで、これ完全に乗ることはできない状態で歩っていってます。こうやって転がしていくっていう感じですね。でこれをね直しに行こうと思って涼しい時間まで待とうかなと思ったんですが、いつも行ってる、自転車屋さん、もう今日は本当に暑すぎたんでずっと家で PC してたんですが、はっと思い出して調べてみたら、なんと18時で自転車屋さん終わっちゃうってことで、今もう5時になるところ、17時になるところなんで、ちょっと急いで出てきました。ここから多分30分ぐらいかかると思うんで、営業時間30分前ぐらいになっちゃうかもしれませんが、これもねタイヤがもうこれ結構ねもう凹凸がないような状態で危なかったんで、だからもう寿命だったんですかね。結構タイヤそもそもこの凹凸がなくなっちゃってるし、もう減ってきちゃってるし、タイヤの寿命もあるのかもしれません。っていうか走行中に何か起きる前でよかったですね、こんなツルツルのタイヤで。ということで直しに行きます。暑いっちゃ暑いけど汗がダラダラ流れてくるような暑さではないんで、やっぱこの時間まで待ってよかったかな。結構湿度低い時だと太陽が沈んでも暑さが残るんですが、最近は気温はめっちゃ高いですけど湿度が低いんで、太陽が隠れたら涼しくなるかなっていう感じです。この自転車もね修理するウェーブが来たような感じがして、周期的にねいろいろ買い替えたりとかしてるんだけど、サドルとかも直さんといけない。ボロッボロだからね。で後ろのタイヤはまだ凹凸があるから大丈夫だと思うんだけど、あとでこのグリップがこの仙台に来た時くらいから使ってる、 3,4 年ぐらいずっと使ってるやつで、結構もう表面が削れて摩耗してきたりとか、これハンドルにしっかり固定できないんですよね。なのでビニールテープをぐるぐる巻きにしてくっつけてるって感じなんですが、これでも完全にくっつけることできなくて、走行中になんか回転したりして、これも危ないんで、ここら辺も変えなきゃいけないポイントかな。最近あんま自転車に乗ることがなかったからフォーカスしてなかったんですが、久しぶりに見たらタイヤがパンクしてたりとか、いろいろ方が来てて、いろいろと修理する波が来たようです。そうだ、ペダルもね、どっちだっけ、なんか割れたって言った気がするんですよね。それも直さないと。やっぱこれもうダメですね、完全に。ほらもうタイヤ潰れちゃってるし、この空気ない時特有のボソボソって音がしてるんで、まだ10分ぐらいしか歩いてないんだけどね、もう触ってみたらこれもう完全空気ない感じ。ちょっとホイールにダメージいかないように少し浮かせ気味でいってます。自転車転がしてると乗ってる時より幅取るんで、こうやって乗ってる時も大変だけど、細い道だとなんとか車に避けてもらうしかない。もう頑張っても結構な幅は取っちゃう。さて、いつもお世話になってる早坂サイクルに持ってきました。ここはねすごいサービスも修理の質も良くていいんですよね。よし OK、 入院しました。やっぱり特殊なやつなので在庫がないらしく、注文しないといけないんで1週間ぐらいかかると言われました。で値段も分かんないみたいで連絡が来るらしいですね。ということで、タイヤが治ればね最低限乗ることはできるんで、それからいろいろ部品を新しくしたりとかやっていこうかなとは思います。ここからはレンタサイクル、シェアサイクルで帰ります。このシェアサイクルもね、この仙台は充実してるんですが、私の家の近くにポートがないので歩くと10分以上かかるんで、やっぱり自分の自転車はあった方が便利なんですけどね。ということでちょっと歩くのも疲れるし、買い物とかして帰りたいので、レンタサイクルね、この最寄りがねなんか分かりづらい路地裏のアパートのところにあるんですよ。前一回ね多分この自転車で来た時だと思うんですけど、使ったことがあるんですけどね。ここ普通のアパートの下にあります。もうラッシュの時間なんですが、街は結構比較的落ち着いてるというか、人が
人も車も少ない気がしますね。多分ね、夏休みに入ったんですよね、小中学校とかが。なので、子供も少ないし、車とかも迎えに行ったりする必要ないから、比較的少ないんでしょうかね。走りやすいです。このね、シェアサイクルはこうやって買ったものを街から一段上がった家まで運ぶのに便利なんですよね。やっぱこれ電動なのでね、うちの前の坂をね、この重い荷物持って上げるのが大変なんですけどね、マウンテンバイクだと。でもこれだと楽勝だから、ちょっと液体もの多めに買ったりして。ただね、近くのポートに返しに行かないといけないというね、でそこから歩いて帰るという二度手間ですが、一旦家まで荷物運んで下ろして、冷凍のものだけ冷やしてまた出てくるという、なんだかんだ外で出てから1時間半ぐらい経ってますね。そりゃ疲れるわけだ。しかしいつも通ってるこの道も結構学校とか塾とかがあるんで子供が多いんですが、全然歩ってませんね。暑すぎるんで外に出れないですよね。うちの近くも結構ファミリーの家が多いんで、よく外で子供が遊んでたりするんですが、夏休み入ったけど昼間は多分暑すぎて全然外に出れないんだろうな。っていうか返却枠予約しといてよかった。いっぱいですね。やっぱこんだけ暑いと自転車で移動する人もいないんだろうな。ていうか枠全部埋まってますね。ここでこういうとこに止めちゃっていいのかな。でも予約できてるからね、いいんでしょう。やばい、雨降ってきた。返却、これちょっとラグがあるんですよね。ちょっと待ってから返却。まだか。わかった。正常してなかったOK。 ほら雨降ってきた。今ハイボールと一緒にこの会津のおかき食べてみてますが、これ結構硬いですね。びっくりするぐらい硬いのと、かなりこの醤油風味が味わえて、確かに会津っぽい味。海苔もね、これ結構海苔巻いてあるのレアというか、これこんだけ入ってて今1個食べたんだけど2つしかないんだな。パリパリで結構美味しいですが、海苔が巻いてあるのは結構レアですね。ちょっとおつまみがなくなったので買いに行きます。やっぱこっからの景色いいですね。夕日に照らされたビル群、サワークリームオニオンチップス、オニオンチップスじゃなくてポテトチップス。あとハイボール飲みながら、先週でもないか、3日ぐらい前に地元に帰った時の動画編集しておりました。3泊4日で行ってきたんですけど、その動画1本にまとめらんないかななんて思って撮ってましたが、無理ですね。初日で24分になっちゃいました。こんな感じです。全体だともう1時間半くらいあって、さすがにカットしたらもう少し短くなると思いますが、最近の動画30分は超えないようにしてるので、ここら辺で切っといた方が見やすいのかなと思ったんで、今回は割り切って動画を分けることにしました。このファミマのマーラーピーナッツ、これめちゃくちゃ大好物なんですよね。でもなかなかね、行っても結構最近品切れなこと多くて、見つけると買ってきます。この辛さの効いたピーナッツとか、あと花椒みたいなのが入ってたりとか、あとこれが美味しいんですよね。この唐辛子の塊みたいな、なんかせんべいみたいな食感なんですけど、これが本当に唐辛子食べてるみたいですごい美味しい。また花火の音が聞こえますね。先週も見たんですが、見えるかな。ほら、ちょっと行ってみよう。見えた。ちょっと欠けてるけどギリギリ見える。もうちょっと近づいてみようかな。この前やったのがその自衛隊の駐屯地の花火だと思ったんですけど、あれ調べてみたらどうやら楽天スタジアムから上がってたみたいで、多分ねこれが駐屯地から上がってるやつじゃないかな。方角的にも楽天スタジアムあっちの方だけど、あそこは多分駐屯地の場所じゃないかなって思うんですが、ここ降りると見えないかな。やっぱさっきのとこ良かったかな。そう、楽天スタジアムの花火はちょうどこっから見えたんですよね。この白い柵が映り込んじゃったんですけど、見えたけどマンションの影になっちゃいますね。